琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。問題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。AI が考えた問題やから真っ当なミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて主張してな。言葉を持った森。山奥の古い村の近くに広がる迷いの森で、一人の旅人が奇跡的に生還した。彼の名はリク。森に入った理由は魔法の古書を探すためだったという。リクは救出後に語った。森の奥で本を見つけた。でもそこから戻るときに道が変わっていた。唯一話しかけてくれたのは一匹の動物だった。そいつは帰り道はお前の中にあるって言って消えたんだ。不可解な証言ではあったが、リクは確かに古びた革表紙の本を持ち帰っていた。それは古代語で記された文献のようで、村の歴史家によれば存在が噂されていた本だったという。だが調査でいくつかの矛盾が浮かび上がる。本には湿気や泥汚れがほとんどついておらず、森林の中で拾ったとは思えない保存状態だった。リクの服装や持ち物からは3日分の行動に必要な食料も水も確認されなかった。迷いの森は一度足を踏み入れると方角が狂い、脱出はほぼ不可能とされている。村人の一人は数日前、リクが村の古書庫を出入りしていたと証言している。森の入り口にはリクの足跡しかなかったが、その方向は戻ってきた方向ではなかった。村の経理は森の記録と照らし合わせながらこうつぶやいた。話す動物、古の本、狂う方角。だけど、それを語っているのは誰かを忘れてはいけない。問題。リクの証言と状況の最大の矛盾は何？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。喋る動物の存在が頭ごなしに否定されないあたり、ファンタジーな世界観なんやろな。言葉を持った森。リクの語った話にはロマンと奇跡が満ちていました。しかし、冷静に検証すれば、ある疑問が浮かび上がります。まず、本の状態。土に埋もれていたはずの古書が、ほぼ完全な保存状態で戻ってきました。雨の多い森で、この保存状態は不自然でした。次に、食料と水の問題。迷いの森に3日間いたとされるが、彼の装備は日帰り登山以下の軽装だった。そして、決定的なのは足跡の方向だった。森の入り口に残っていたのは、村側から森へ入った形跡だけ。だが、リクの話は、本を拾って戻ってきたというもの。つまり、出てきた形跡がありません。リクは森に入っていない可能性が高い。では、なぜこの話を作り上げたのでしょうか？鍵は話す動物でした。それは森の言い伝えにしか登場しない存在。リクはそれを知っていました。彼は村の古書庫に残された文献からそれを知ったのです。実際の魔法の古書も村の封印された書庫から持ち出されたものである可能性が高い。リクは森に入っていない。むしろ森に入ったように見せかけた。帰り道はお前の中にあるという言葉。それは彼自身がこの嘘を成立させるために生み出した言葉でした。語っていたのは森ではなく
彼の創作だったのです。100% 矛盾だけで構成されとるな。みんなは、この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？経理が動いとるあたり、村人目線やと陸のやったことって、自作自演の出土品で世紀の大発見したと騒いでるみたいな印象やったんかな。次回予告。火を吹いたのは金魚ではない。感情だった。カセットに刻まれていた本当の温度とは？次回、赤く燃えた思考の水槽。燃えた感情の行き先、あなたはたどり着けますか？赤く燃えた思考の水槽。都市研究地区の旧実験棟で、研究員の茜が焼死体で発見された。火元は不明。火災報知器も反応していなかった。現場には一つのガラス水槽。中で泳いでいたのは特殊個体の火を吹く金魚。水面には焦げ跡、割れたガラスは内側から吹き飛んでいた。床には一本のカセットテープ。ラベルには試行記録試験ナンバー13と記載されていた。再生すると誰かの思念が流れた。赤く、赤く。怒りじゃない。でも火が見える。茜の皮膚は今も淡く色を変えていた。彼女は感情と連動して色が変わる皮膚を移植されていたのだ。調査によって次の事実が判明する。金魚は特定の音に反応して高温ガスを噴出する。カセットテープは指向の強さに応じて音量が増幅される試作型。火災報知器は煙でなく温度変化に反応するが作動していなかった。茜は事故直前、録音テストのため一人で残ると申告していた。同僚によれば、茜は感情の強度を測定しようとしていたとのこと。炎の痕跡、水槽の破損、そして思考の声。だが、最後の鍵は、皮膚の色ではなく、再生された思いの音だった。問題。茜は、なぜ燃えた？そして、火を吹いた金魚の引き金は何だった？ AI が作り出した謎は、人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。うちと同じ名前の人が大変なことになっとる。赤く燃えた思考の水槽。鍵は茜の皮膚、カセットテープ、そして火を吹いた金魚の3点でした。まず、皮膚。茜は感情によって皮膚の色が変化する異色皮膚の実験体でした。赤は怒り、青は悲しみ、紫は恐怖。その変化を可視化、数値化する研究をしていました。次に、カセットテープ。これは、思考を録音できる試作機で、思念の強さが音量として出力される仕組みだった。そして、金魚。一定以上の音に反応して高温ガスを吹き出す特異個体。その刺激音となったのが、茜自身の強烈な感情を録音した思考音声でした。茜は怒りや焦燥を極限まで思考し、録音。その思考テープを再生した瞬間、高出力の感情音が金魚を刺激し、熱ガスを放出させた。水槽は内圧で割れ、部屋は瞬時に高温化。だが火災報知器は作動しなかった。なぜなら、それは火ではなく熱ガスの発光現象だったから。茜は感情の限界を数値で測ろうとしました。けれど、その感情は測定ではなく炎として現れたのでした。危険な金魚やな。工事現場近くとかに置いたら大惨事になるで。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？
この火災報知器って温度変化に反応する仕組みって言ってたけど、部屋が高温化した時に反応しなかったし、不良品やったんやないかな。次回予告。高度2万キロでかわされたのは嘘と沈黙だった。すべては歯ブラシの感触が語っていた。次回、上昇不可能点、コード G。引き裂かれたお札の意味、あなたは理解できますか？上昇不可能点、コード G。宇宙エレベーター、アストラリング。地球と軌道ステーションを結ぶその巨大施設の中で、ある日トラブルが発生した。第9層乗客区画で警報が鳴った。清掃ロボットが巡回中、隔離区域のロッカー内から半分に引き裂かれた100円札が発見されたのだ。通常、この施設では現金の使用は禁止されており、紙幣自体が違法持ち込み物に該当する。調査の結果、次の情報が判明している。100円札は地球ではもう発行されていない旧紙幣だった。切断面には極小の NFC チップが埋め込まれており、そこに暗号化データが含まれていた。暗号解読のヒントとなるパスワードは、乗客用の備品、歯ブラシに埋め込まれていた。歯ブラシは通常品とは違い、ハンドル部がスキャン対応型であったことから細工されたと判明。その区画には、当時、スタッフを除く3名の一般乗客しかいなかった。だが、全員が歯ブラシは支給されたまま使用していたと証言している。警備主任は問題のロッカー前で小さく言った。コード G の再発じゃないならいいが、だとしても誰かがコード情報取引に関わっているのは確かだ。問題。この事件における最大の矛盾とは何？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。暗号の仕込み方が脱出ゲームのギミックみたいやな。上昇不可能点、コード G。この事件の中心は、引き裂かれた100円札に仕込まれていた暗号化データと、その複合キーが歯ブラシにあったという点でした。3人の乗客はそれぞれ、自分の歯ブラシは支給品であり、改造などはしていないと証言しています。だが、歯ブラシが改造品であったのなら、そのハンドル部にスキャン用チップが埋め込まれていたという事実は、使った本人にとって明らかに異常な感触だったはずだ。歯ブラシは細く軽量に設計されているため、チップを内蔵したものは重心や握った感触に違和感があります。さらに、透明素材の一部に微細な加工痕があったことも記録されていました。つまり、本当に使ったのであれば、誰か一人は改造を見抜けていたはず。ところが、3人は誰も気づかなかった。これはおかしい。ここに矛盾がある。3人のうち、少なくとも1人は歯ブラシを使っていなかった。なぜなら、すでにその歯ブラシを自分のではない用途に使っていたからだ。犯人はチップの内蔵された歯ブラシをロッカー内の暗号紙幣と組み合わせることで、情報受け渡しの暗号鍵を成立させようとしていました。ですが、その痕跡を隠すために、わざと使用済みであるかのように証言したのです。この小さな感触の違い。それが、犯人の言葉に潜んでいた唯一の嘘でした。なんか、この歯ブラシ重たくない？外縁買ったのが肺炎やったんやな。みんなは、この AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？結局、コード G って何やったん？次回予告。逆さに伸びた木の下で、誰かの正体が剥がれた。
透明な食事は真実すらも消し去ろうとしていた。次回、記憶が消える木の下で。消された真実の味、あなたは飲み込めますか？記憶が消える木の下で。ある研究施設の一角にある温室で、一人の青年、湊が倒れていた。彼の意識は混濁しており、自分の名前以外は何も思い出せなかった。温室には重力の影響を無視して逆さまに成長する奇妙な木が植えられており、その木のそばには半分かじられた透明なピザと片方だけの靴下が落ちていた。その靴下は研究所の試作物であり、触れた人間の短期記憶を染み込ませる実験素材だった。調査の結果、次の事実が判明する。湊はこの木に関する研究チームの新人スタッフだった。透明なピザは隣接するカフェで試作されていた高分子食材で、一般職員には提供されていなかった。靴下には記憶の断片として、ピザ、許さない、あの人という断続的な言葉が含まれていた。防犯カメラは故障中だったが、温室に出入り可能だったのは、湊を含む3名だけだった。1人目はさや。湊の上司で、この研究施設の開発主任だ。2人目はコウジ。管理部門の主任で、温室の鍵を管理している。そして、3人目が湊。この事件の被害者だ。事件発生前、さやは湊に資料の取り違いについて怒っていたと記録にある。コウジは事件当時は事務棟にいたと証言している。だが、温室には第三者の足跡が確かに残されていた。刑事は温室のガラスに映る逆さの木を見上げながら言った。この木は重力を無視する。けど、記憶は下に向かって消えていくこともあるんだ。問題。湊の記憶が消えていたのはなぜ？そして、靴下に残された言葉の意味とは？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか？ぜひ挑戦してみてください。靴下に残ってる記憶の断片ってなんか嫌やな。記憶が消える木の下で。決定的だったのは透明なピザの存在でした。これはカフェで試作されていた特殊な高分子食材で、一般の研究員は試食を許されていませんでした。しかし、湊のそばにはそれが残されていました。つまり、彼は提供されていないものを食べさせられた可能性が高い。そして、片方だけ落ちていた試作靴下には、ピザ、許さない、あの人という断片的な言葉が刻まれていた。靴下は湊自身のものではありませんでした。つまり、誰かが自分の記憶を意図的に靴下に残したのです。犯人は、さや。彼女は、事件の前日、湊の業務ミスで、研究発表の予定が狂ったことで激怒していた。その怒りと計画は、ピザと靴下に託された。さやは、湊に透明なピザを与え、その中に微量の記憶抑制物質を仕込んでいました。そして、試作品の靴下の片方を自らの足に履いた状態で、湊を問い詰めました。怒りの感情とともに発せられた言葉。許さないあの人は靴下に残った。そして、それを温室に意図的に落としていった。足跡は湊以外の小柄な人物のものであり、さやがヒールの低い靴に履き替えていたことが判明している。つまり、これは記憶を曖昧にさせた上で、意図的に誤解を残すための仕掛けでした。ですが、靴下は正直でした。残された記憶の断片こそが、
犯人の怒りと罪を物語っていました。靴下が正直なのは開発主任のさやが一番わかってたと思うんやけどな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。本職が作っとる靴下はさておき、透明なピザを作ったカフェ店員は何者やったんや。次回予告。 AI が記録したのは感情ではなく命の終わりだった。包丁が歌ったのは誰の言葉だった？次回、ユキとウタの割り勘トリック。雪に残された嘘、あなたはまだ信じられますか？ユキとウタの割り勘トリック。冬のある朝、雪深い別荘地の山荘で奇妙な事件が発生した。窓の外には大小様々な雪だるまが無数に並んでおり、その中心には氷の椅子に座ったまま凍死していた男、末永の姿があった。彼は雪だるまのコレクターを自称していた古道具屋で、この別荘にも雪の造形を撮影するため一人で滞在していたはずだった。だが、現場からは不可解なものがいくつか発見されている。キッチンには歌うような電子音を断続的に発する包丁が置かれていた。それは AI 内蔵型で、調理中に使用者の音声に反応して動作記録を残すタイプだった。その包丁は最後にさようならって言ったねと歌った直後、動作を停止していた。末永の財布からは未来の日付で発行された請求書が1枚見つかっている。そこには滞在費プラス精神ダメージ保証プラス AI 再起動料の項目が印字されていた。スマート家電のログでは室温が異常に下げられた履歴が残っていた。また、現場の外に残されていた足跡は1人分だったが、出入りの軌跡が一致していなかった。通報者は通りかかった配達ドローンで中に人が倒れているのを見つけたという。刑事は氷点下の部屋で電子包丁を見下ろしながらこうつぶやいた。道具は嘘をつかない。でも歌うとなると話は別かもしれん。問題。この事件の仕組みとは何だった？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。この包丁があったら日常がミュージカルみたいで楽しそうやな。ユキとウタの割り勘トリック。この事件の本質は投資の演出と機械記録の偽装でした。末永の死因は凍死。スマート家電の履歴ではエアコンが手動操作で冷却設定に切り替えられていました。ここで注目すべきは歌う包丁だ。この包丁は AI 搭載型で調理時の音声や操作を記録する機能を持っている。最後に歌ったのはさようならって言ったねという音声反応。しかし録音記録には末永の音声パターンが残っていなかった。つまりさようならって言ったねと言ったのは別人。ではなぜ包丁はその直後に停止したのでしょうか。それはその音声が包丁の電源オフコマンドになっていたからです。つまり犯人はこの音声を最後の操作として意図的に再生させたのです。加えて見つかった未来からの請求書。部屋に残された音声操作と室温制御ログを解析した結果、ある AI アシスタントが精神的負担をかけた利用履歴に基づいて、感情的トラブルに起因する保証を勝手に演算して自動発行した文書だと判明した。犯人は事前に AI 音声コマンドとスマート家電を連動させておき、末永を自ら操作ミスで凍死したように見せかけた。
外に残された足跡が一組なのに出入りが一致していなかったのは、外部ドローンから操作できるスノーシャフトを使って移動したためであり、足跡を内部と外部で別人物に見せる偽装工作だったのでした。随分とセキュリティ面に難のある AI 家電やな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？なんでこんな寒い場所で透視するほど冷えるエアコンを設置してたんや。夏場はそのレベルで冷やさんとあかんほど暑いんかな。次回予告。焦げ跡に残されたのは一つのささやき。焼けたのは紙ではない。香りが導いた記憶だった。次回、口語の封筒は燃えていた。誤って届いた記憶、あなたは解読できますか？